はい、こんにちは。ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。今日はですね、ジャズをやるときに、顎ですね、顎をこうやって動かしてる、動画とかをね、よく見たことがあると思うんですけれども、今日はそのね、簡単にですね、どうやって顎を動かすのかとか、どういう時に顎を動かせばいいのかって超簡単なね、分野です。で、今日やるのはね、2小節だけです。なおかつ、ジャズをね、やったことがある人だったら、間違いなく知ってるであろう、コンファメーションという曲の初めの2小節だけを使うのでね、とっても簡単です。はい、じゃあまずこの譜面見てください。じゃあね、実際に弾いてみますね。こんな感じのね、聞いたことありますよね、皆さんね。はい。なんですけれども、今、譜面見ていただいていると思うんですけれども、いきなり余談になるんですけれども、巷に出回っているこのコンファメーションの譜面ですね、ここの赤丸で囲んだところですね、ここは8分音符になっているのが多いので、それでもね、問題はないと思うんですけれども、ちなみにじゃあ8分音符バージョンで弾いてみましょう。こんな感じ。です。今のがね、ちょうどここが8分音符になってた。どっちが正しいのかっていうとですね、これもね、ちょっと深い話でですね、実は先ほど僕、久しぶりにこのチャーリー・パーカーのそのオリジナルのね、コンファメーションの音源を YouTube で聞いてみたんですけれども、僕もね、ここの赤丸のところ8分音符かなとずっと思ってたんですけど、なんかね、聞いてみるとね、なんかおかしいなと思って聞いてみると、実はそこがね、ちょっと分かりづらいリズムなんですけれども、おそらくね、ちょうどここ四分音符のはずなんですね。なぜかっていうと、いわゆる後テーマっていうんですか、一番最後にね、その曲の一番最後にもう一回このテーマを弾いてるのを聞くとですね、結構そこが四分音符になってたりするので、ひょっとしたらね、四分音符なのかなって思います。はい、じゃあ余談がね、長くなってしまったんですけれども、本題に行きましょう。で、今日のね、話題はですね、顎をこうやって動かす、よく見たことがあると思うんですけれども、それね、このコンファメーションの初めの2小節でちょっと語りたいと思います。で、まずはね、もう一回横からこう撮影するのでですね、よく見といてくださいね。いきますよ。1、2、3。もう一回いきますね。1、2、3。っていうふうにこう顎がこう動いてたと思うんですけども、じゃあこれは一体何かというとですね、この譜面、次の譜面を見てみましょう。はい。こういうやつですね。で、ここに、なんて言うんだろうな、このアクセントのね、マークがついてるんですけれども、結局この顎を動かすっていうのは一体何かというとですね、非常に単純でですね、周りの音と比べた時に、その音を目立たせたいんですね。タンタンとアタックを入れて目立たせる。ということは何が言えるかというと、この顎を動かす瞬間に同時にタンギングをポイッとちょっと入れてあげるというのがこれ結構条件の一つですね。そうすることによって周りの音よりそこがパーンって目立つじゃないですか。なのでそれが、やりたいがために顎をこう動かしているということですね。で、僕過去にものすごいアンブシュアのことを結構前の動画で語ったので、それともね結構密接に関わってる問題なので、ぜひね他の動画も見てください。じゃあね、もう一回いきますよ。次注意して見ていただきたいところはですね、どこかというと、もし顎を動かさずに普通にこのアクセントのマークを大きくしようとしてみます。じゃあ顎を動かさずにやってみますので、ちょっと見てみてください。いきます。1、2、3。一応アクセントはつくんですよ。アクセントはね、同じようにつくんですけれども、簡単に言うと、この唇を、この顎をこうやって動かさずにやって、そのタンギングの強さとか息の強さだけでやろうとするとですね、結構労力がいるというかめんどくさいんですね。なので顎を動かすってことはですね、何が起こっているかというと、唇が若干前にロールされるので、空気が一気に入っていくようになるんですね。たかがこれだけの差でピッてほんの 0.1 ミリ 0.2 ミリ動かすだけで前に空気がヒュッてさらに多くの空気が入っていくので、まず音量が大きくなる。
それからもう一つは音色が若干明るくなるんですね。で、それをタンギングと合わせることによってパーンと少しアクセントが楽につけられるということなんですね。じゃあもう一回今度は顎を動かしながらね、やってみます。いきますよ。ワン、ツー、スリー。もう一回いきますよ。ワン、ツー、スリー。わかりました？今の顎がこう動いてたの。はい。なので、こうやってやるとですね、ジャズのこういった、特にビーバップとかのですね、フレージングが綺麗にできるということですね。はい、じゃあ次にですね、一体どこにこのアクセントをつけたらいいんだっていう話なんですよ。これがね、また奥が深くてですね、簡単に言うと正解という正解はないんですけれども、聞いた時にですね、こう耳で聞いた時に、あるある、これだよこれっていう、こうピタッとはまるものが必ずあるはずなんですね。なのでどこにつければいいっていうのはですね、もう過去のものすごい蓄積された長い歴史の中で、例えばこういうフレーズだったらここにつくよねっていうのを自分で耳で聞いて理解するのが一番早いです。でもちろんそのテンポとかプレイヤーによってとかですね、フレーズのそのちょっとした変化によってこのアクセントの位置って全部変わっちゃうんですね。なので一概にこれが正解だよっていうのは実は大変申し訳ないんですけど、なかなか言うことができないんですよね。なんですけれども、じゃあ例として先ほどのねおまけの譜面、よく巷で出回っている譜面、このさっきの赤丸が8分音符になっているところですね。ちなみにあれに変えるとですね、僕の中では8分音符で囲んだ音すらアタックするフレーズに変わってしまうと思うんですよね。じゃあちょっとやってみましょう。いきますよ。ワン、ツー、スリー。わかりました今。じゃあもう一回言ってみましょう。8分音符のところね、よく聞いといてください。ワン、ツー、スリー。っていう風になっても間違いではないということで、このアタックをどこにつけるかっていうのはね、これねものすごい深い話なんで、ぜひね耳でもう過去のプレイヤーたちのね動画をたくさん見てですね、で研究してください。結構面白いですよ。本当人によってプレイヤーによって結構そのプレイヤーの癖もありますし、随分みんな違うところにつけてます。はい、そして毎回ね、毎回もう同じ話してるなってもう毎回ね、思っちゃうんですけれども、結局今、今日やったこの顎を動かす方法ですね、この下唇を一瞬前にヒュッて持っていく。このやり方なんですけれども、一点やっぱり重要なのは何かというと、マウスピースとリードのセッティングです。これが、この唇をほんの 0.1 ミリ、0.2 ミリパッとこういうちょっとした調整をすることによって音が明らかに変わるやつとそんなに変わらないやつが実はあるんですね。で毎回言ってると思うんですけれども、なので僕がおすすめしているのはもちろんこのハイバッフルね、もう超ハイバッフルと柔らかいリードを使ってですね、それらのこのちょっとした唇の変化の音を捉えてくれるというセッティングを選ぶのが一番手っ取り早いです。なぜかというと、そんな風にあまり変化がないやつで、例えば今日やったですね、このアクセントとこの顎の動きを例えば1000時間練習しても機材がそれに対応しきれなかったらですね、何の意味もないんですね。もったいないんですよ、練習が。なのでぜひね機材まずはそれを見直してから、こういったそのちょっとしたアーティキュレーションっていうんですかね、それを見直すっていうのが僕は一番のおすすめです。でちなみに僕が使っているこのねマッピーですねは概要欄にね貼っときますので、興味ある人はぜひ見てみてください。で今日語ったこの顎を動かすねテクニックとかですね、もしくはアンブシュアですか、そういった話っていうのはですねもう無限に出てくるんですね。なので今後もちょこちょこと、語れる、範囲で語っていきたいと思います。なのでね皆さんもぜひ練習してみてください。それじゃあまた次の動画で会いましょう。バイバイ。